こんにちは、あっさんです。屋根と外壁の塗装をしてもらって非常に綺麗になりました。外壁は白、2階の屋根は黒、1階の屋根は赤という感じです。今回で2階の洋室は最終回になります。最初はこんな茶色と黄土色の天井で日当たりがいいのに何か暗い。また断熱してなかったので暑い部屋です。穴を塞いだり、天井を落としたり、断熱材を入れてエアコンをつけるために途中まで石膏ボードを貼りました。今回で綺麗な部屋に仕上げます。古い壁を剥がしてどんどん石膏ボードを貼り付けていきます。ようやく石膏ボードを貼り終えました。こうやって見てみると石膏ボードと石膏ボードの隙間がかなり空いているのがわかります。これを埋めないといけません。このパテ塗りをすることによって壁紙を貼った時に段差がなく綺麗に仕上がります。このパテに水を入れて攪拌機で練ります。このような溝やビスの穴などに埋め込んでいき、最後鳴らします。壁や天井の穴や溝すべてを埋めていきます。パテは2度塗りします。パテは乾くと細くなるからです。
紙やすりです。パテが乾くと手で触りながら余分なパテを削って平らにします。木枠に塗装をして古さを取り除きます。いよいよ壁紙です。こんな柄の壁紙を買いました。まずは天井からですね。これはアミノールという壁紙用の糊です。これもこのまま使うのではなくて、先ほどと同じようにアミノールを水で薄めて攪拌機で練って使います。これはちょっと硬いのでもう少し薄めます。このローラーで糊付けします。均等に塗ったら糊同士をひっつけて10分ぐらい間を空けます。この緑のテープは壁紙を重ねてカッターで切るとき、その下の石膏ボードをカッターで切らないためのテープです。カッターで縦には切れない仕組みになってます。オレンジは壁紙を重ねた時に上側に来るので、壁紙の表面を糊がつかないようにしているテープです。緑のテープは2センチぐらい端からずらすとめくれてきません。これ見てください。これめちゃくちゃ痛かったんです。尻負傷です。気を取り直して難しい天井の壁紙貼りです。今回もサポートリフターを使ってなんとかできましたけど、この天井の壁紙貼りは最低2人でするものですね。ほんと難しかったです。
壁側は天井から比べるとかなり楽です。綺麗にできます。基本的に天井、壁、床の順番で作業していきます。ぐるっと一周壁紙を貼るつもりでしたが、壁紙の長さが足りなかったので短い壁を先にすることになりました。壁紙を貼る前にエアコンを先付けしたので、エアコンを避けての壁紙貼りは非常に苦労しました。この扉ですが、きっちり閉まりません。これは扉木枠が年数で歪んで扉の下に当たっています。クッションフロアも引くので調整しないといけません。また扉のノブも扉の色も変えます。ドアノブはレバータイプに、扉の色はカッティングシートでダークブラウンにします。空気が入らないように丁寧にまっすぐ貼っていきます。裏側は変なところに空気が入って全然リカバリーできなかったんです。中途半端なところで切らなければいけませんでした。これも先ほどの壁紙の切り方と同じで重ね切りです。壁紙で練習になったのか綺麗に仕上がりました。中から鍵がかけれるレバー式に交換です。古いドアラッチはドライバーを差し込んで出します。新しいラッチがなぜか奥まで入りませんでしたので、
ういう彫刻刀でなんとか削って奥まで入れれることになりました。鍵をかけれるタイプなので、もう一つ穴が必要です。きっちり扉が閉まるようにキャッチ側の穴調整です。見てください。したくなかったですが、先ほどの彫刻刀で床も削りました。おかげできっちり閉まる綺麗な色の扉が完成です。ではこれからクッションフロアを引いていきます。かなり明るくて色の綺麗なクッションフロアを買ってきました。この部屋はクッションフロア台1枚では足りないので、クッションフロアの台と中、この2枚を使って引いていきます。ただ難しいのが、この台と中の柄を合わせないといけないので、その柄の合うところでこういうふうに養生テープを貼って仮止めしています。はみ出た部分を切り取る作業に入ります。便利なのが今のこのコーナーカッターです。コーナーカッターを滑らすと、このように端っこのクッションフロアの端っこがきれいに切ることができます。ただ四つ角だったりちょっと難しいところに関してはカッターナイフで手作業で切ることになります。では片方ずつめくってのり付けしていきたいと思います。もう片方もクッションフロアの糊をつけて貼り付けていきます。ここの重なった部分も先ほどから何度もやっている重ね切りです。壁紙やクッションフロアのめくれを予防するジョイントコークを端っこ端っこに塗っていきます。幅木をつけていきます。45度の角度にノコギリで幅木を切ります。幅木とは床と壁のつなぎ目にあるもので、衝撃や壁紙のめくれ、汚れ予防のために必要なものです。
これをエアーコンプレッサーで隠し釘を使って留めていきます。幅木の溝にきれいに収まるように打つのがポイントです。扉のない押し入れです。これに色を合わせたアコーディオンドアを設置します。2階の洋室が完成です。早速扉を開けてみます。とっても明るい部屋になりました。クッションフロアも綺麗に収まっています。幅木もいい感じです。押し入れの扉もできました。カーテン、エアコンもいい感じです。苦労した壁紙も綺麗です。ドアも色が変わってちゃんと開け閉めができるようになりました。これで2階の洋室が完成です。次回はこの2階のトイレ、こちらをクローゼットに変えていく作業に入りたいと思います。ではまた。